詳しめドライブ走波系雑学まとめ。はい、ドラレコ風景を次々に雑学解説する動画。鎌倉の街には一体何がある？ここ言っとけば間違いない有名な神社仏閣トップ15を簡潔に紹介。頼朝が選んだ鎌倉の地形。頼朝は頼朝だった。インスタ映え小町通り、その名前の由来とは？などなど雑学もたくさん用意していますよ。ではでは鎌倉市街地へゴー。はい、今日はまず環状4号の鎌倉女子大前を鎌倉市街方面へ曲がっていきます。ここが鎌倉市の中央北端にあたる部分で、そこから鶴岡八幡宮方面へ進み、長谷、由比ヶ浜を回って鶴岡八幡宮へ戻り、今度は東側金沢街道を抜けて環状4号朝比奈交差点へ出て終了です。今回は新しいスタイル、国道でも通称道路でもなく、街をテーマにして通常通り地理雑学を交えながら走っていきましょう。ではまず地形を見ていきましょう。鎌倉市街地は滑川という小さな川に浸食されてできたわずかな平野があり、それを囲むように山があります。沿岸の直前まできれいに山が囲っているのがわかります。ここに鎌倉幕府があったんですね。これは天然のお城っぽいです。頼朝はだからここ鎌倉を選んだのだと考えられています。そして頼朝の城というか館は鶴岡八幡宮と江柄天神社の間にあったのではないかと発掘調査が進んでいます。当時頼朝の館は大倉幕府と呼ばれていたようですね。鎌倉の古い地名は大倉の里に由来します。そしてその大倉幕府にアクセスするには数少ない山の切り通しを通らなければならなかったんですね。鎌倉市街地は本当に天然の要害だったわけです。今回は小袋坂の切り通しを通過し、市街地を回って朝稲切通し付近から鎌倉を出て終了します。ではもう少しだけ鎌倉市街地に出るまで走ります。古都鎌倉といえば、そう神社仏閣巡りです。予習をしておきましょう。まず鎌倉で一番古い神社は龍光明神社で、その発祥は552年とも言われます。五頭竜という天変地異を起こす悪竜が江ノ島に引っ越してきた弁天様に惚れ改心し、そして神として崇められたという話が伝わります。以前は江ノ電が路面を走る数少ない区画にあったのですが、交通量が多くみこしが出しづらいなど不便なので、町民の総意で内陸へ移転しています。では一番古い寺は苔の階段が映える杉本寺です。あの映え階段、ネットでご覧になられた方も多いのではないでしょうか。734年の創建と伝わります。北鎌倉駅です。左側の森の中に創建が1160年と伝わる明月院があります。明月院ブルーと言われるアジサイが有名です。戦後人手や物資が不足していたので、手入れが比較的楽ちんなアジサイを植えたところ、それが逆に有名になったのだとか。あと創建が1253年と伝わる建長寺も北鎌倉エリアのお寺です。座禅を組んで悟りを開く禅宗鎌倉五山の第1位のお寺でもあります。もう一つは創建が1282年と伝わる円覚寺。元寇チンギス・ハーンのモンゴルが攻めてきた時の兵士の慰霊のために建てられたのだとか。上智寺も北鎌倉エリアで創建が1281年。櫓と言われる
崖に掘られた岩に仏像が並べられているのが印象的なお寺。東慶寺が創建1285年で本山を持たない独立した尼寺で縁切り寺として有名。小袋坂です。ここが天然のお城鎌倉城の一つの関所といえる通りです。坂を下ると創建が1063年とされる鎌倉といえばの鶴岡八幡宮です。今駐車場が見えましたね。頼朝の先祖源氏が創建し、後に頼朝が鎌倉へ移したいわば源氏の守護神の神社ですね。そしてその東奥にあるのが創建が1104年と伝わる江原天神社です。この道をまっすぐです。菅原道真を祀る学問の神様ですね。そしてさっきまで見えていた鳥居が三の鳥居、鶴岡八幡宮の正面入り口です。右手段桂と呼ばれる桜の参道が青々として美しいですね。そして神社仏閣まだまだたくさんありますよ。まず創建は736年で長谷寺、紫陽花と十一面観音菩薩が有名ですね。江ノ電の長谷駅付近、そして創建が1252年と考えられる高徳院、鎌倉大仏があるお寺のすぐ近くにあります。そして鎌倉と北鎌倉の間にある源氏山付近に創建が1160年頃とも言われる佐助稲荷神社があります。頼朝の夢枕に立った隠れ里の翁が由来と言われます。そして小銭を洗うと増えるという言い伝えで有名な銭洗弁財天宇賀福神社が創建が1185年とも伝わります。江ノ電です。鎌倉駅から出た直後ですね。かっこかわいいですね。では神社仏閣案内の続きです。今度は鶴岡八幡宮の東、江原天神社と杉本寺がある東側、金沢街道エリアに行きましょう。まず創建が1334年と伝わる源氏の次の征夷大将軍足利氏の菩提寺の報国寺です。美しい竹林が有名な竹の寺。そして次で最後にしましょう。創建が1869年、鎌倉宮、明治に新しく建てられました。1333年に鎌倉幕府を倒した天皇森長親王を明治天皇が称えた神社です。明治維新がなって天皇主権が戻ったことを象徴した神社という感じでしょうか。と有名どころを紹介しましたが、まだまだ埋もれた神社仏閣はたくさんあります。そういうのを見つけるのも鎌倉の楽しみの一つかも。正面の細い道見てください。あれ長谷寺の山門です。十一面観音菩薩があります。そして後ろ方向へ進むと鎌倉大仏がある高徳院があります。そして正面踏切ですね。江ノ電長谷駅の踏切です。江ノ電ですね。さっきの踏切で出会った電車かな。この長谷駅では観音菩薩と大仏が一挙に見れるんですね。ところで観音菩薩と仏様、何が違うのか。確か観音菩薩は派手、仏様は質素な服装をしていたような。実は観音菩薩は菩薩を像にしたもので、悟りを開く前、修行中のお釈迦様。
そして仏様は主に如来を像にしたもので、悟りを開いたお釈迦様なんですね。そんな違いがあったとは。観音菩薩は王族王家から出家前のお釈迦様なので、派手な衣装を着ているんだそうです。そして由比ヶ浜の国道134号を曲がると、神奈川県道21号若宮大路です。由比ヶ浜からまっすぐ鶴岡八幡宮までを結ぶ道で、頼朝の時代に整備されました。京の一番大きかった通り、朱雀大路に倣い、造成には頼朝自ら指揮を執ったと言われます。そして一の鳥居、そこまで段葛と言われる道の真ん中に左右を石垣で固めた土手があったんだそうです。先ほど2の鳥居と3の鳥居の間で見ました。この段葛なんですが、面白い構造をしていて、幅が鶴岡八幡宮に行くまでにどんどん狭くなっているんだそうです。その幅、2の鳥居が 9.5 メートルから3の鳥居鶴岡八幡宮前が 6.5 メートル、およそ3メートルも狭まっているんですね。これを由比ヶ浜側から見ると、鶴岡八幡宮前が実際より遠く見えるのだとか。遠近感が狂わされるんですね。その道幅にした理由は現在も謎のまま。敵の目を欺くためとも言われていますが、数百メートル遠くに見えることが防衛上重要だったとは。また別の説では、鶴岡八幡宮を遠くに見せて威厳を高めるためというのもあります。鎌倉駅入り口です。鎌倉駅のロータリー北側には小町通りというグルメやスイーツが人気のインスタ映え通りがありますね。昼間は常に賑わっているイメージがあります。ですが実は鎌倉には小町がつく通りがもう一つあるのをご存知でしょうか。鶴岡八幡宮の参道である若宮大路を挟んで反対側にある通りは小町大路という名前。一本挟んで小町通りと小町大路。なぜこんなに名前が似ているのか。おそらくですが、昔からある小町大路は小町という地区名が由来。そして新しくできた道小町通りは小町駅が由来だと想像できるんです。小町駅？そう、 JR ではなく江ノ島電鉄の鎌倉駅の元の名前が小町駅だったんですね。新しくできた道？そうです。明治22年に現 JR の鎌倉駅ができる前までは小町通りは存在せず、瀬戸高地と呼ばれる農地だったようです。なるほど、由来が違うのか。ですがこの説には弱点が一つ。現江ノ電の小町駅は現 JR の鎌倉駅とは違う場所、八幡宮参道の若宮大路上にあったんです。小町通りと江ノ電の小町駅、つながっていた時期が存在していないんですね。説としては遠いかな。やっぱりネットにある恵比寿神社の氏子さんのお家説の方が説としては近いのかな。ちなみに小町の由来は若宮大路を横切る街道大町大路の町が大きかったから大町、北の小さい方が小町と呼ばれていたことに由来するそうです。そして二の鳥居です。この真ん中の道が段葛。ところで沿道の街並みもそうですが、鎌倉の街を見ていて気づいたことはありませんか？ちなみに私は調べるまで気づきませんでした。そう、電柱がない、派手な看板がない、そして建物の高さが15メートルを超えていない。高くても4階建てくらいです。そう、鎌倉市では
景観地区を定めているんですね。なるほどね。おー、鶴岡八幡宮ですね。これが源氏の守護神が祀ってある神社なんですね。では小町通りも出てきたところですし、鎌倉人気のお土産を AI に聞いてみましょう。ジェーンスパークに平均ランキング5位まで聞いてみました。内容に微妙なところがあるので順位だけ借りて、まずは5位が雷神堂長谷大仏店さんの大仏様せんべい。鎌倉大仏を模したおせんべいですね。次に4位がででん、鎌倉どら焼き。三日月堂華泉さんの上品な甘さが特徴のどら焼きです。3位はででん、レーズンウィッチ。鎌倉小川県産のお菓子で特注クリームと洋酒漬けのレーズンを挟んだクッキーなんだとか。美味しそう。2位はででん、くるみっこ。鎌倉紅屋さんのお菓子でバターを使った生地にくるみとキャラメルを挟んだしっとりめのバーですね。そしてランキングトップは定番のハートサブレー。バターをふんだんに使ったサブレーです。また鎌倉行きたくなってきたと、金沢街道エリアを今走っています。金沢八景や金沢文庫など金沢地区へ通じる道で金沢街道です。こちらは鎌倉の中でも落ち着いた雰囲気です。鉄道が通ってないのが原因かな。鎌倉で一番古いとされる寺、杉本寺もこちらの金沢街道地区にありましたね。そう、鎌倉の中でも観光客があふれる場所とそうでない場所が分かれているんですね。オーバーツーリズム問題です。鎌倉の中で代表的な場所といえば鎌倉駅東口、つまり小町通りから鶴岡八幡宮にかけてのエリアが一つ、もう一つが長谷駅、鎌倉大仏のエリア、そして最後がマスメディアにもよく取り上げられる鎌倉高校前駅、アニメの聖地です。ここは観光地ではなく住宅地なので、訪れる際は細心の注意を払いたいものです。そして鎌倉市も黙って見守っているだけではありません。まずはホームページにある鎌倉観光混雑マップです。リアルタイムで各エリアの混雑状況が見られます。概要欄へリンクを貼っておきますね。次に行っている施策がパーク&ライド。鎌倉市内の指定の駐車場に車を止め、公共交通機関を利用することで協賛店での割引サービスが受けられるというもの。渋滞緩和目的ですね。あと鎌倉フリー環境手形という江ノ電と指定のバスがなんと900円で乗り放題になるサービス。協賛店の割引サービスもあるらしいので、自社巡りをするならこれに乗らない手はないですね。ところでこの辺りの右側の谷あたりでしょうか、朝稲切通という古道があります。最初に鎌倉は全体がお城というお話を小袋坂付近でしましたが、こちらも鎌倉城への入り口だったんですね。鎌倉七切通の中では最も当時の面影を残す道だそうです。そうか、鎌倉には7つ入り口があったんですね。というわけで、そろそろ詳しい鎌倉の街編は終了です。鎌倉の街はいかがでしたか？新しい発見はあったでしょうか？オーバーツーリズムと衰退観光地の格差の問題は、観光立国日本として日本人としてなんとか是正したいものですね。こんな感じでのんびりですがしっかり地理雑学お届けします。
次回も気になる方はチャンネル登録しておくとおすすめに表示されやすくなりますよ。次回は山手通り外回りを走ります。大崎発展には明確な理由があった。旧山手通りは新山手通りだった。山手通りの地形を追う起伏に富んでいた。などなど雑学いっぱいです。お楽しみに。ではでは、動画のご視聴ありがとうございました。なつきがお送りいたしました。バイバーイ。